んにちは、メインです。とんでもないことが起こってしまったので、急遽カメラを回しております。もうないと言われていたあつ森のアプデが、ついに来てしまいましたね。嬉しすぎるということで、あつ森ハイジンが注目するアプデ箇所を一緒に見ていきます。あつ森ハイジンが注目するポイントが何か気になる方は、チャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。それでは行ってみましょう。うろついているこの男、そう関西弁を話すリセットさん。歴代でもリセットすんなやと怒ってくるあの子が今回家具をリセットしてしまうんですよね。今まではエッサホイサと自分でお片付けするのが当たり前、更地にするのが面倒すぎたあの頃ですが、今回のアプデでお片付けの心配もなく、家具だけでなく海辺に放置されがちだった花たちも木も低木も全て家の収納へ。家の収納4次元ポケットすぎてびっくりしますね。よく見るとこの収納では木も花も低木も小さいまま時を止めれる収納です。これでちょうどいいサイズを保存しておくことができ、しまくりでも大活躍ですね。一から育てる必要も島の一角を圧迫しないですからね。このサラチカリセット機能、素晴らしいものには間違いがないのですが、懸念していることはお片付け後も道が残っていること。地形の変形などは請け負ってくれないみたいですね。ラケットさんが地形担当だったりしないかなと淡い期待を抱いておきます。あとはこのリセットさんたちが前面に出てくることによってリセット監視センターの復活かということですね。オートセーブになってしまったので廃止されましたが、リセット片付けセンターに生まれ変わることにより君たちの住処も復活するのではないのかという予想。どんな住処になるのかわかりませんが、いつでも会えるモグラになってほしいですね。次は大本命の新家具。発表されている家具の分類は大体4つの分類。気になっているのは1から3。新しく始まったホテル経営を手伝うともらえるホテルクーポンと交換できるホテル限定家具。青がメインの家具たちですね。正直ホテル系は使用難易度が高そうです。注目したいのがこの次のクーポンでしか買えないおしゃれな家具たち。今のインテリアの流行を抑えながらもあつ森らしさを失わないこの素晴らしきフォルム。和風モダン系なんてみんな大好きなジャパンディインテリアだと大興奮しました。この中に新家具は4つ。和風モダンベッド。予想ではベッドフレームと掛け布団の色はリメイクが別でできるのかもしれません。次が和風モダンなついたて。低いついたてはすでに存在していましたが、ここまで高いパーテーションは初めてですね。難しそうですが、使い方次第で化けそうなポテンシャルがすごいです。3つ目が和風モダンなフロアランプ。フロアランプがここに来て追加なのが嬉しすぎる。そんなことを思わせてしまうくらいフロアランプ系は少なめでした。色次第で和にも洋にもどちらにでも転がれるこのデザイン。天才の修行ですね。4つ目和風モダンな飾り棚。もうこんなん家にあったらおしゃれの塊やんってぐらいエグすぎます。しかもシンプルながらに今流行りの格子の扉を使ってくるところも最高。ちょっとガラスが透けて奥のものが見えるところもやりすぎないセンスの良さを感じさせる一品です。和モダン家具色の判明しているのは3色ですが、和系と合わせているなら3色展開で、木製家具と合わせているなら8色展開。最後のアップデでは5色以上の色の展開が多かったので、それくらいはあるかなと思っています。よく見たらこのフロアランプ、ダークウッドではなくブラックっぽいですね。4色は確定していそうです。続いてワイヤー系家具。ワイヤーなマガジンラック。今までは木製系のマガジンラックしかなかったので、アイアン系初登場。ここは木製ではダメなんだと泣く泣く諦めていた場所に置けるかゆいところに手が届く感じですね。ワイヤーなチェア。これだよこれ。丸みの帯びた椅子が欲しかった。ピーコックチェアのような背もたれ高めでありながら高すぎずちょうどいい高さ。これはおしゃれなカフェの椅子にも室内にも室外にも使える素晴らしい椅子です。続いてワイヤーなシェルフ。レトロ系にもモダンにもいけそうな感じ。使いこなせたらかなりおしゃれだけどちょっと難易度が高そう。あえて正面ではなく横向きにも使ってみたいですね。ワイヤーなテーブル。もしかしてこの天板ガラスではと思っています。テーブルトップがガラスはアートなテーブルとラタン系のテーブルしかなかったので大変希少ですね。しかも4マス分の大きめテーブルとなれば唯一無二の存在です。
次は新しい観葉植物のオーガスタ。シンプルな鉢に植えられている植物って実は意外と集まりには少なくてめちゃくちゃ使いやすそう。鉢の色は絡まりがたくさんあるイメージなので、ここにあるグレー、ブラック、ホワイト以外にもあと2色くらいはあってもおかしくない気がします。ポケモリにはオーガスタがあったので、集まりの世界へようこそっていう感じです。ついに来た大型系のふわふわ白い系の植物、パンパスグラスです。一時期おしゃれな家にこれを飾っていない人はいないくらい大流行したこの子。今でも根強い人気のあるパンパスグラスがついに集まりにも来てしまったかと大興奮です。動画だとゴージャス系に合わせていますが、ナチュラル系にもモダンにも合うので汎用性高めです。これだけで特集組めるくらいに好きになりそうな予感がしています。花瓶の色も何色かはありそうですね。続いて大理石系の家具。多分大理石の暖炉ですね。こういう石系の家具ってシリーズ通して今までほとんどなかったので、ほぼ初登場かなと思っています。集まりだと大理石のカウンターや受付カウンターくらい、リメイクやカウンターであってもメインテーマではないので、大理石シリーズの登場にワクワクしますね。大理石のテーブルは高級なイメージがぴったりなテーマの時に大活躍しそうだなと思っています。ホテル限定家具、最後に注目アイテム、シンプルな街灯です。街灯系は4つしかなかったので、新しく加わってくれるのが嬉しすぎます。都会や道路、路地裏なんかにも使えそう。装飾が少ないので何にでも合いそうなこの街灯。島クリの幅がまた広がってしまいましたね。次は企業コラボ系家具ですね。飛び盛り時代にセブンイレブンやコクヨとコラボしていたので、レゴ以外にもどんな企業とコラボをしていくのか楽しみです。そしてゼルダの伝説コラボ家具。ファンにはたまらない家具ですね。我が家にはチューリとリンクしかいませんが、家具だけのために課金する価値あり。しれっと壁紙や床も追加されているのと、島クリエイトに使えそうな家具たちの魂が宿っています。特に使いたいのがこの辺りの家具。十字路の交差点に女神像を添えたり、森の中に朽ちたガーディアンを潜ませたり、お店の陳列棚にしれっと妖精を忍ばせたり、そして最高なのが姫静か。2回目に行って花が自然に咲いているかのように見える家具は革命。本来花を植えられないマスとマスの間に花が咲く麦畑が来た以来の革命が起こるかもしれません。姫静かを手に入れるためには出る確率の高そうなゼルダ姫のアミーボをゲットしたい所存です。ついに私たちの長年思い描いてきた夢が叶う時が来てしまったようです。既存の島プラスでさらに夢の島3つ。島が完成した後作った島壊すの嫌だな、保存したいなって思っていたら、こんな神なアップデが来てしまうなんて誰が想像したのでしょうか。今回のアップデで最高の仕様だと思っています。しかも作れる島の大きさまで選べてしまうなんて、なんたる素晴らしきアップデート。島が大きすぎて完成しないっていうことも、島が小さくなれば解決できるし、メインの島のテーマ決めのためにお試しで作ってからメインの島クリへ適用するなんて使い方もできちゃいます。皮もありなし選べる配慮が心に染みますね。どうやら加工は中くらいまでは1つ、大きめになると加工2つですね。地図をよく見ると案内所がない。エイブルシスターズも博物館も。埴輪くんの言葉を見てみると、構造物とあるので、ここで公共施設や住宅の設置などもできそうですね。夢の外と同じ公共施設の数なのか、個数制限があるのかが気になるところですね。設置物も埴輪くんのおかげで一瞬で完成してしまう。素晴らしき仕事です。手に入れた家具は自由に使えるってナレーションでもありましたが、よく見ると全て無料では？資金不足という悩みからも救ってくれるこの夢の島。本当に夢見心地ですね。びっくりしたのがこの剛腕。スコップも使わず素手でひょいっと。これも島クリ革命の一つですね。さらに木の大きさが選べるのも熱すぎる。もう育つのを待たなくてもいいんですよ。島クリ勢の皆さん。ついにこの機能。一回掘ったら横へ自動で移動。同じところを間違えて埋めた掘ったというあの煩わしさからの解放です。間違えて掘るのが結構ストレスだったので嬉しいですね。何気にかゆいところに手が届くこの時間とお天気機能。ピパラには以前からあった機能ですが、これが島クリ中に時間とお天気を触れるのは嬉しいですね。明かりが灯る家具を多用している場合、夜の姿を確認したいが、島クリエイトは明るいうちにやりたい場合、
確認しながら作業を進められるので効率アップ。写真撮影のためにタイムトラベルをしなくても済むんです。画期的ですね。最後はホテルですが、これは家具を手に入れるためにしっかりとやり込みたい様子です。発売してからしばらく経つのに新しいストーリーを遊ばせてくれることに感謝の意が絶えません。最後に気になることがあって、ここに本日のお客さんとあるので、もしかして日替わり制かということを、どれぐらいで入れ替わるのかが知りたいポイントですね。そしてこのお客様を島に永住させることは可能なのか、もしできたとしたら住民厳選が少し楽になりますね。次に気になるところがこのタブ。スタンダードの横にキラキラのドアが。ホテルということでスイートルームかななんて勝手に思っています。何かここでもイベントがありそうで楽しみですね。島栗ガチ勢による最新アップデ動画解説はいかがだったでしょうか。あつ森のアップデが楽しみだなぁと思っている方は、ぜひ高評価、チャンネル登録、メンバー登録がまだの方をお願いいたします。SNS もやっていますのでお気軽にフォローしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。